本日の解説では、台湾へ化粧品を輸出する際に避けては通れない、いわば最強の門番である厳格な PIF、つまり製品情報ファイルの規制について紐解いていきます。特に今回は実務で皆さんが最も頭を悩ませるナノ粒子、そして皮膚接触の安全性評価にフォーカスしていきます。台湾の法規制を完璧にクリアするために、ナノ粒子をどう評価してどう文書化すればいいのか、その核心に迫っていきましょう。早速、今日のアジェンダです。1、台湾 PIF とナノテクノロジー。2、ナノ粒子の皮膚浸透リスク。3、法的要件と PIF のステップ。4、毒性リスクと安全性評価。5、動物実験の禁止と代替法。この順でサクサク進めていきますね。ではまず、セクション1、台湾 PIF とナノテクノロジーについてです。台湾 FDA はナノマテリアルの安全性評価に関してわざわざ公式なガイダンスを出しているんです。なぜ特別扱いするのか。それはナノマテリアルが普通の化粧品成分とは全く違う予測不能な振る舞いをするからなんですよね。標準的な評価じゃ全然足りないということで、かなり特化したアプローチが求められているんです。FDA の定義によると、ナノマテリアルは1から100ナノメートルのサイズで意図的に製造されたものとされています。ここで絶対に押さえておきたいキーワードが、不溶性と生体内残留性です。もし皆さんが扱っている成分がこの2つの条件に当てはまるなら、台湾 FDA の最も厳しいチェックが入ると思って間違いありません。続いて、セクション2、ナノ粒子の皮膚浸透リスクについて見ていきましょう。法律の話をする前に、ちょっと生物学的な現実を考えてみましょう。私たちの皮膚って外部からの侵入者を防ぐ強固な要塞なんですよ。でも、ナノという局所サイズは、その要塞の門をこじ開けて血流にまで達してしまう鍵になりうるんです。つまり、粒子の正確なサイズが毒性リスクに直結するというわけですね。サイズとリスクの関係を具体的に見てみると、すごく興味深いことがわかります。45ナノメートルを超えれば、無傷の皮膚には浸透しません。でも、小さくなるにつれてリスクは一気に跳ね上がります。特に4ナノメートル以下、ここが最大のリスクです。全く傷のない健康な皮膚であっても通り抜けてしまって、全身に影響を及ぼす可能性があるんです。規制当局が神経を尖らせるのも納得ですよね。はい。では、セクション3です。ここから具体的な法的要件と PIF 作成のステップに入ります。PICF を作成する際、ナノ粒子に関して絶対にクリアしなきゃいけないチェックリストがこれです。科学的特性、正確な粒子形、形状、表面の電荷などですね。これ、ただのリストじゃありません。この物理科学的なデータが一つでも欠けていたら、安全性評価者は絶対にサインしてくれません。つまり、審査がそこで完全にストップしてしまうんです。そして、集めた完璧なデータは、この3つのステップに放り込まれます。ステップ1でハザード、つまり危険性を特定し、ステップ2で1日に何回、どの範囲に塗るかといった消費者の行動ベースで暴露量を計算します。最後に、それを掛け合わせてリスク評価を行う。非常にシステマティックで理にかなったエンジンになっています。セクション4は、その安全性評価の核心部分、全身への毒性リスクと数学的な証明についてです。実は、厳しい規制の中にもフリーパスのような指標が用意されているんです。例えば、分子量が500ダルトン以上だったり、融点が200度以上だったり、こういった基準を満たしていれば、皮膚吸収による全身への影響は極めて低いねとみなされます。これで PIF 作成の負担が劇的に軽くなるんですよ。さて、ここで皆さんに絶対に覚えておいてほしいゴールデンスタンダードとなる数字があります。それが100です。台湾の PF ガイドラインでは、計算で導き出したモス、つまりアンゼリー域が100を超えていることが明確に求められています。要するに、想定される使用量の100倍を塗っても安全という余裕を証明しなきゃいけないんです。これが台湾 FDA に提出する究極の数学的証明になります。いよいよ最後のセクション5です。安全性評価における最大の難関、動物実験の禁止と代替法についてです。
ここでちょっと考えてみてください。動物実験を一切せずに、一体どうやってナノマテリアルみたいな複雑な成分の安全性を証明すればいいんでしょうか。これ、今世界中の処方開発者や安全性評価者が直面している一番大きな壁なんですよね。台湾では法律で化粧品の動物実験は固く禁じられています。ですから私たちは細胞を使ったインビトロ被験やコンピューターによるインシリコ予測、そして OECD が定めた代替試験法に 100% 頼って安全性を証明するしか道はないんです。でもここにものすごい罠が潜んでいます。代替試験なら何でもいいわけじゃないんです。台湾 FDA は哺乳類細胞の試験を推奨していますが、よく使われる細菌を使った AIM 試験、いわゆる OECD471 は非推奨なんです。なぜかって、ナノ粒子は細菌の厚い壁を通り抜けられないので、間違って安全だという結果を出してしまうからです。この試験選びを間違えると PIF は確実に突き返されますよ。というわけで、今回は台湾 PIF におけるナノ粒子の安全性評価というかなり専門的なトピックを解説しました。物理的な特性を厳密に測って MOS100 以上を証明し、適切な代替試験を選ぶ。データが一つでも抜けていたら、数ヶ月の遅延と膨大なコストの無駄につながります。さて、皆さんの化粧品 PIF、この台湾の厳格なナノ規制というゲートをスムーズに突破する準備は完璧に整っていると言い切れますか？ぜひ、今回お話ししたポイントをもう一度チェックしてみてくださいね。